今回はお庭紹介ということで、自分で雑草対策はやったんですけども、いろいろとそれで悩んだ。ここは花壇を取りまして、そのレンガを活用した形で一応花台を作りまして、一般の方で日曜大工でできると思いますけど、ご家族で一つずつ作っていった言えばできちゃうんだよ。おはようございます。金井隆一です。今回はお庭紹介ということで現場に来ております。はい。じゃあこちらの施工が終わったということなんですか？そうです。3、4日で一応終わりました。今回はですね、お客様の方でもう建物を建てまして、ほぼ外交的なもの構成はできておりまして、ただ花壇とか裏の通路なんかの自分で雑草対策はやったんですけども、やはりやったんですけども、いろいろとそれで悩んだ。そういう形で、うちとしてはもう、基本的には雑草を抑えるということと、基本的には雑草対策と、ちょっとデザインを加えた。そうですね。基本的にここの材料自体外に出さないというレンガなんかも花壇でありましたけども、それを使って足んない分だけ一応付け足すという形で一応やった施工です。はい。それを今から紹介してまいります。はい。ここはですね、室外機のあれなんですけども、ちょっとここに一つレンガで花台を作りまして、あとは全部また固まる土で全部覆ってしまうという形です。でこちらの正面がちょっと色合い的に気になるということで、ブロックは化粧、あとフェンスをやはりちょっとこのトーンの感じのイメージをちょっと向こうに出せるといいかなという感じでいます。そうですね、こんだけの駐車場で後ろにこんだけの駐車場空間があるんで、ここは庭としてのバーベキューやったりお友達ちょっとそういう形をここで空間エンジョイしたいということもありまして、ここを人が集ってくるという、ですからこの花壇なんかは全部撤去しちゃいます。でこちらの裏手の方も、ご主人が防犯砂利と防草シートを引いたんですけども、やはり雑草がこんだけですから、これは固まる土をで引いて施工してしまいます。はい。
一応ですね、建物を建てた時に、室外機のこの辺を一応レンガで縁を取りまして花壇になってたんですけども、ちょっと花壇のできるだけ土の部分を減らしたいということで、一応ここは花壇を取りまして、そのレンガを活用した形で一応花台を作りまして。じゃあこれも花壇で使われてたレンガ。そうですでレンガとでプラスパン内部分を付け足しました。でここはある程度現状的に砂利を半分は引いてあったんですけども、その砂利を一応活用しまして、それを転圧して下地とした形で最終的には固まる土エコグローブを一応このような形で砂利で一応防草シート引いてあって、一応砂利を引いてあったんですけども、どうしても砂利引いてあってもそこに土が入りますとそこから発芽しますから、だからそういうことでちょっと悩んでた部分もありまして、じゃあこれからはこの花台で鉢植花えで台だけ見せるってもうことですね。そこだけの世界という感じでしました。であとはちょっと、ここにおいてはブロック塀とフェンスという形だったんですけども、ちょっと殺風景ということがありまして、ブロックを化粧して、フェンスにおいてもちょっとここのドアの色合いをイメージした感じでつながりつう形で一応人工木を取り付けたという感じにいたしました。これどうやって既存のフェンスに取り付けたんですか？これ裏からもう抱えるような形で挟んでこれもう既存のフェンスに取り付けただけですね。そうです。これそれだけでもだいぶ印象が変イメわります。ージがね、これお隣が元の状態っていうことですね。そうです。お隣がこれが元の状態のフェンスですね。ブロックだったんですけど、一応見える部分だけ一応ジョリパッドのこのちょっと色合い、これとこれの中間色ぐらいの感じですかね。そういった感じで塗るだけでだいぶ明るくなるってこともあるんですか？ちょっと広さを感じるし、ちょっとつながりがここだけ締まった感じはすると思います。ジョリパッドの代わりに今手で塗れる珪藻土とか何でもできますから。で下地は塗ってありますけど、一般の方でもこうやって日曜大工でできると思いますけど、はい。周りの外交は出来上がった状態で、それに対してやっぱり進んでていろんな問題が出たということで、それに対しての改善対象、そういう感じですね。はい。もうご主人が防草シートと砂利を引いてあって雑草は防いでたんですけども、結構出ておりまして、その砂利をそのまんま下地に使って、ですからこのマス下地に使うとどうしても既存のマス、このマスだけ一応10センぐらい上げた状態で仕上げてます。だから現地盤よりは最初の地盤よりは10セン内ぐらいはちょっと上がってるという状態で、このレンガもちょっと柄にしたのは駐車場の後ろにあった花壇で使われてたレンガを取り外した状態で、一応それをそのまんま柄として活用しています。これは全面エコグローブということですかね？これも全面エコグローブです。
あとこっちですね。ここが駐車場の部分で、一応ここもスペース的に防水シート引いてあって砂利引きになってたんですけども、でここは、この人工芝はお客様の方に引いたやつなんですけど、その延長という形でここ人工芝にで雑草を抑えるという方法を取りました。お子さんが小さいんで、いろいろ遊ぶ、若い人も遊べる。今までね、ちょっと雑草とか足場の関係で砂利だけであれでしたが、これでしたら行き来ができるというスペースになったと思います。はい。この時も砂利が転圧して、その上に砂を引き詰めて、それでその上に人工芝張ってますから、多少クッション性はあります。ですから、コンクリートの上でやるよりは、多少は足裏感覚はちょっと違うかなとは思いますけど、はい、じゃあ砂が少しクッションになるようそうな。なるようなちょっとデコボコっていう感じはありますけども、やっぱり小さいお子様がいらっしゃったりする場合は人工芝だと有効というか。そうですね、そこは遊べますからよろしいかと思いますよね。安心して遊ばすことができるんで、はい。そういうことをやっぱりお客様がこの空間でいろいろと子どもたちと集い的な形ができるという空間にしたいと。もったいなかったですね。砂利引いてあるだけだとちょっと遊ぶこともちょっとできないしね。空間がこんだけあったんだけど駐車場だけのスペースで空間が空いてただけという感じではもったいない。砂利よりは雑草対策含んだ形で人工芝というのは有効的かなと思います。はい。で結構ご家族でお友達なのでバーベキューをやるということで、その一角ちょっと火を使うんで、人工芝が一部にこのサークルでここに置いてちょっと火を使う空間という形でここサークル一応こういう形に。このサークルはこういったものがもう売られてると。これは既製品のやつです。で一般の方はもう土決めでもいいんですけども、また雑草が入る、モルタルで固定してというなれば強度増してきますから、はい、よろしいかと思います。あとはどんだけのスペースだったんですけども、収納関係が以前ないということで物置を一つ一番隅の方に、この空間的に収納スペースは置くとかなんかするよりは使い勝手がいい表の方に一応出して設置しました。で一部空間的に空いたので、ここにちょっとお客様の要望で花壇で再現的なできるような、ちょっとした空間にしました。だからもう土が見える部分っていうのはもうここだけ。で今回は、私と金井スタイルラボの卒業生白坂さんと一緒に2人でやった現場です。花壇も白坂さんが作られたんですね。だから白坂流なんです。はい。ですからエコグローブ自体も、それからあと人工芝の梁、こういうのもほとんどで、物置の設置も物置の組み立ても女性でも見てやれたら今昔よりは非常に部品関係も簡略化された形で作りやすいっていう形になってますから、
もう2人で4日か5日ぐらいの施工でここまでできた。実質は3日ぐらいですかね。既存のあったものから上に対して考え方ですから、余った砂利はほとんど、この物置の下に下地として使ったりで、こちらの方のフリック整地に使ったり、そうやって考えていくと無駄のないような感じでやっていきます。我々としてもね、最初からもう外回りの外交から考える場合と、自分なりにご自身も雑草が生えないように、砂利を引いたりしてるんですけども、進んでる間にはやっぱり問題出て、こうしたいああしたいそういう形で提案施工した、例として多分このぐらいのスペースでちょっと考え方をちょこっと変えると結構雰囲気も変わってくると。で活用性もできる空間になると思います。先ほど玄関前のブロックも、ちょっと化粧色を塗るで、そこで既存のフェンスにちょっと柄をすることによって、その空間自体が少しは変わる、ちょっとまた違った雰囲気になるという考え方。今回全体的にすごい大掛かりな工事一つもないですもんね。そうですね。もう貼ってエコグローブ引いて水まいて、塗ってね、それぐらいですから。で組み立ててという感じですから。じゃあそれも考え方次第で、ガラッと変われるよってことそうですね。だからそう考えると、我々なんかも3日4日で通感じになりますけど、ご主人ご家族で、1週間1ヶ月単位で一つずつこう作っていったいけばできちゃうんじゃないかと思います。はい。これで今回は終了でございます。ちょっとした部分において皆さんが見て参考になればと思いました。ぜひ参考にしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。